こんにちは。大工の翔也です。こちらの部屋は大体こんでカッコになったんですけども、この部屋のこの正面ですね、仏間と押し入れをやっていきます。今回はね、仏間と押し入れなんですけども、このお宅のリフォームはね、もともと仏間を作るためにこの一部屋出したい、そこから始まったリフォームですからね、このリフォームのメインディッシュですよね。そうかといって広いわけじゃないんですけども、正面の3つに分けてある真ん中が仏間になります。で、両脇は押し入れなんですけども、まずはね、床を張ってきます。まずはね、仏間と押し入れ3箇所同時に床をやっていきます。床板はね、30ミリの根太レスを貼るつもりなんですけども、根太レスって言ってもね、今回は根太をかけます。短尺やったら根太がいらない、それが根太レスなんですけどもね、やっぱ断熱材を入れたいんでね、300ピッチに根太を打つと断熱材が入れやすいんですよね。とにかく300ピッチに根太を打って断熱材を入れていきます。その上に30ミリの根太レスを貼っていきます。床板もね、3弱で根太なしで貼る場合はこの敷に対して小口張りに貼ってきます。今貼ってるのは敷に対して平行に貼ってきますよね。見た目はこの方がうんと綺麗になります。でも奥行きの方が実際は短くなってくるんで、小口張りの方が板の長さは短くなるってことですよね。でそれも貼るのは楽なんですけども、小口張りにした時は板が膨らんだりね、反ったり荒れてきた場合はね、敷からちょっと小口が笑ってしまうんやね。ですからやっぱりこの敷に対して平行に貼る、それが綺麗に見える秘訣ですよね。つけとくとこれで床が晴れたんでね、今度は仏間をやってきます。真ん中の仏間と両側の押し入れ、とにかく仏間優先で作ってきます。押し入れをこう仕上げたりするとね、仏間をするときにこの裏からいろいろ仕事をしたいんやね。それができなくなるんで仏間優先でやってきます。間仕切りの下地をしてね、そして高いところの仕事ですよね。正直後からできない仕事は先にする、天井を一先にするっていうのはそういう理屈なんですけども、そして仏間の壁はね、Mクロスを貼ります。というのは、ここの仏間はお仏壇を入れるんでなくて作り付けの仏間になります。棚板が3段つきます。でそれをつけるのにやっぱしこの Mクロスを貼ってあるとね、下地がしやすい、受けでも何でも打つのに楽ですからね、しっかりとこの Mクロスで囲ってきちっと丈夫な壁を作ってきます。
それではね、仏間の仏壇3段の材料を作っていきます。なんかややこしい話ですけどね、仏間ったらその空間を仏壇ったら普通そこに入る仏壇を言いますよね。今回は段をひな壇というか、そういう形で3段作ります。もちろん下は地袋になるんですけどね、自然的に幅広い段が3段あります。そして剣帯が2枚あります。5枚のこのヒノキのこの無垢の無地板ですよね。この材料で作っていきます。でもこれ350や。この仕方が多いと思ったらここをこんだけ落としてこっちから350。穴板と手ごみの取り合いですけど、丸入れでご案内します。そしてこの毛ごみ板のね、厚い毛ごみ板を作ります。薄く作りますとね、どうしても反ってしまうよね。で、厚みも30か33でね、その方が反りがきませんしね、狂いもきません。一番上の板なんてね、幅が広いですから厚くわらとに作ってあります。でもこの見えるとこだけは見つけ33で揃えておきます。一工夫手間はいるんですけどね、その方が仕上がった時に揃って見えて綺麗ですよね。まあ削り入るか。そして棚板の仕上げはね、やはりこの現場へ持って入って調仕上げはかかってるんですけどね、最後の仕上げは手がなで仕上げてやります。最初にこの材料を開くときにね、三尺のコンパネに原寸図は書いたんですけどね、今度は本当に収まる位置にね、実際の壁にね、きちっと原寸図を書いてね、収めていきます。ここにちょっとカバーの筋が、カバーの筋がスーッとつくやろ。こういう風にね、材料をスカッとこの仕上げてある場合はね、スライドソーを使った場合、少しだけ薄くこのカバーの跡が残ってしまいます。ですからカバーは止めて使います。自己責任で注意しながらこういう場合は使います。まず一番下の1段目ですよね。地袋の天板になる穴板ですよね。この地袋は引き違いじゃなくて両開きの地袋になります。ですから溝はついてありません。そのおかげでこの後ろから掘り込んで送っていけるってことでね、実際にカンナで仕上げてその切れ端をね当てて切り替えてやります。少し固めにしてね、そして木殺しをして入れていくようになります。
実際この板の厚みを掘って丸入れで掘り込むんですから、仕事自体は簡単なんですけどね、長さをきちっと合わせて取ってやる方がちょっと厄介なんですよね。こういう三角角のこのスペース一つ作ってもね、直角に切ったものが直角に収まるってなかなか限らないんですよね。これ正直雑巾釣りを打たない仕事にしようと思ってます。雑巾釣りを打つとね、仕事はうんと楽なんですけど、やっぱしね、仕上がった時に雑巾釣りの小口が見えたりね、三方全部きちっとしつけて収めます。棚板の小口はもうボンド塗ってね、一応割り止めをして収めていきます。で収めるのは丸入れと一緒ですからね、後ろから送って前だけをゴム胴突きで収めます。両横が押し入れでまだ仕事を待ってありますから、横から止めれるってことはね、しっかりと胴口もその位置に合わせてありますからね、ビスで横から揉んでやる、しっかり止まれますよね。2段目3段目はね、受けを打ち回して、そしてその上に棚板を乗せていきます。この受けの打ち方もね、前に階段した時にね、コメントで最初にビスを打って、そのビスを3ミリだけ出して、そしてトンと当てて、それから揉むと綺麗に止まるよ、ボンド塗ってあっても滑らないよって教えてもらったんでね、その通りしてるんですけどね、これはやっぱり理屈ですよね。そんないるんけ。2段目3段目はね、きちっと長さを切ってやればね、棚受けに乗せてやれば下からビス止めれますからね、それで棚板はきれいに止めることができます。お、後ろに行ってた。うつ伏せでも。なんでよ、歩いても無理か、俺は。あれワイの体が邪魔や。中入ってまえばええや。頭ってこれ急すんだよね。厄介なのは毛ゴミ板なんですよね。毛ゴミ板も棚板も割と長さをきちっとこのひっつけてやるっていうのがね、割と木と木をひっつけるよりもこれ厄介なんですよね。狭いところでなかなか融通ききませんしね、ボンドとビスとね、併用してとにかく動かないようにしっかりと止めてやります。
これこっからだったんだ。映像で見てるとね、ものすごく狭いところでむちゃくちゃもがいてるように思いますけどね、割と中入ってこっち向いてしまうとね、割と空間はあるんですよね。上なんかこう座ったまんまできましたしね。これで仏間の仏壇3段完成ですね。今度は両脇の押し入れですね。押し入れは杉板の横張りになります。もうだいぶ柔らかくなった。出てきたって。厚みは10ミリあります。本種になっててね、それを本体のこの真柱の上に貼ってきます。コーナーだけを下にしてやってね、これ割とコーナーをこうシカッと作ってやらないとね、横目地が走るんですね。目地と目地をきちっと揃えることによって、その目地の穴を虫さんが通ってしまうんよね。やっぱり杉板で貼るとね、いいですよね。湿気も吸ってくれますしね、落ち着きますよね。牛の中が落ち着いても全然関係ないと思いますけどね。もちろん天井もね、杉板を貼ってやります。そして目の高さで枕棚。枕なんてね、正直載せないんですけど、この半分だけの棚は昔からこの枕棚って言いましたよね。なんかタオルとかね、この箱物を載せる棚ですよね。そして布団を乗せるのはこの中間でね、一段棚をしてやって、そこに布団を乗せるようにします。その棚は普通中段って言いますよね。中段に枕棚、それで三尺の普通の形、押し入れの完成ですよね。これでこの仏間、仏壇、そしてこの両側の押し入れができました。この部屋全体がね、仏間として使うそうです。増築リフォーム現場、この冬場できたけどね、なんとか仕上げることもできました。いいものができてよかったかな、自分なりに思ってます。以上、大工翔でした。